台湾有事っていうのが起こるのかどうか。可能性があります。 AI vs AI の時代がすでに起こっている。戦争の時はもう一番大事の方がドローンなんですよ。大家好、ジョエル福澤さんとお伝えする台湾ビズ。今回は台湾有事についてお伝えします。じゃあジョエルさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。6月27日に台湾は中国への渡航注意情報を2番目に危険なレベル、不必要な渡航を避けるように進めるというのに引き上げましたけれども、この日本ではなかなか知られてないんですけれども、中国政府が台湾独立派に最高で死刑を言い渡すなどの処罰の指針を発表したということなんですね。そうですね。それで台湾独立派の定義、どういう程度は台湾独立派ですかとあまり定義しませんじゃない。例えばの話よ、私も台湾独立派ですよ。そう、それでじゃあ私どういう理由で死刑になってるんですか。もうやっぱりよくわからないから。だからこういうことはね、台湾独立派に脅迫するの場合が多いということだと思います。もう死刑の可能性もありますよと、要するにそういう話があったんですけど、でもなかなか実行するの可能性がちょっと低いと思います。もし一つの民間人として死刑になってるような方が、もうやっぱりそういう、国際の法律も違反だし、しかも台湾の場合は台湾の方がもう台湾の法律がありますので、なぜなんか中国のなんか法律台湾にオペるということがね、それがもうやっぱり国際的な法律はそれありえないので、中国もなんかそのバカでじゃないから、だからそういうことはね、口言葉で言うこういうことがもう結構あると思います。もう一つの理由が、それは私自分の見解ですけど、それで今はね、中国の方が国内はすっごく不安定ですから。なぜというのは、中国の南の方が水害がある。それで北の方がやっぱり今もうなんか全部お水がないから、中国の国民の中に結構気持ちの方はなんかモヤモヤするという感じですから、だから中国一番得意の伝統技としては、国内の方が不安定の場合は海外に誰が目標して、それでもうやっぱりちょっと威迫、要するに一張りで喋るの方がいいと思います。昔日本もそういう被害があったんですよ。日本のやっぱり反日とかもそれでいろいろ日本国内でなんかそれでやっぱりやれますので、あの時もちょっと中国国内がもうちょっといろいろ不安定な場合があるから、それが中国よくそういうことをやってますので、だから脅迫の意味が結構重いと思います。これは頼清徳さんが総統になったということも一部関わる部分があるんですか。それはどうなんでしょう。ちょっと8年前の話でもまた戻りましょう。8年前は、初めて、蔡英文総統、要するに民進党の蔡英文総統が当選するの時が、中国もなんかやっぱりいたずらの行為が多いですよ。まず一つの方が、中国の旅行者が台湾に渡航できません。それで、台湾の経済の打撃したいということがあるんですよ。それが一つ。もう一つはパイナップルとかマンゴーとか、一番大手の輸出先の方がやっぱり中国なんですよ。それで中国の方が台湾の果物の方が輸入しません。そういうこともやりましたんですよ。だから民進党の総統当選するときは中国のいたずらの方が多いですよ。8年前の時、中国の方が経済盛んでるだから、お金が余裕があるんだから、もうそれで経済のやっぱりいたずらの方が結構彼らがやっぱりちょっとやりやすい。ただし、今のところは中国の経済はもうやっぱりちょっと避けるんだから、だから今のところが軍事とかもそれで例えば法律、そういういたずらが多いということも分析があると思います。総統になったばかりということで、そういったなんというか圧力みたいなところもかかってきているのではっていうところですね。そうですね。台湾有事に関しては日本人もかなり注目しておりまして、九州でも台湾有事に関して動きがありました。台湾有事など非常事態に備えて沖縄県の先島諸島の5市町村の住民が
九州と山口の各県に避難する計画で、組み合わせまで発表されたんですね。で、熊本県は宮古島市と多良間村の住民を鹿児島空港を経由して避難して受け入れるという計画になっています。この計画、こういった計画が日本で組まれているということは台湾では知られていますか？そういうことが知ってますなんですけど、この点に対してはね、私がもうちょっと一つのアドバイスがあるんですよ。私の考えは、有事と無事の時はね、どういう線引きで分けるわね、それが分からないじゃない。いつが有事かっていうことですよね。そうですね。もしいきなりで有事になるなら、船乗るでしょ。それで沖縄からもうそれで観光ルート、観光ルートのような沖縄からまた、熊本とか九州に行くというのがルートがね、あればいいじゃない。経営する方がいいじゃないと思います。要するに、平常時の時は観光でやってます。有事の時は避難するのルート。それ方がもうやっぱりメリットじゃないなと思うんですよね。なるほど。この台湾有事に備えて、産業の発展とか、半導体もまさにこの経済安保の中から生まれてきたものだと思うんですけれども、このスタートアップ企業っていうのも多く生まれてますよね。そうですね。今もし万が一有事の場合は国防とか兵器の話があるじゃない。国際ニュースがちゃんと注目するならば、ウクライナとロシアの戦争の時がもう一番大事の方がやっぱり、ミサイルじゃなくドローンなんですよ。軍事のドローンが一番そういう怖いなんですよ。なぜ軍事のドローン一番怖いとしては、ドローンの飛行するのそういう高度の方が低いだから、レーダーの方がやっぱりちょっと見つけるのはちょっと見つけにくい。見つけにくいだから、それでもしそういうドローンの方が目的到着するの直前で見るならば、もう全て間に合わないなんですよ。なるほど。そうなんです。だから今台湾のスタートアップ企業の方がそういう防衛するの方がいっぱいで頭の中に入れて、もうそれでちゃんとそうやって考えしました。実は、ジョエルさんと KKT の取材班で、ドローンをそういう兵器のドローンを防衛するという会社さんを、訪問させていただいたんですけれども、 TSMC が作るような最先端の半導体を使って、まさに、そういった国防にも役に立つようなもの、平時にはセキュリティとしてっていうようなところで、企業として今売り上げを大きく伸ばしているというふうに伺いましたね。その兵器っていうのも、ロシアとウクライナの戦争から、AI で攻撃してくると。で AI で防御するという AI vs.AI の時代がもう今やってきているというか、すでに起こっているっていうことがすごく驚きだったんですけれども、これが台湾と中国、もし何かあればそういった時代が来るというところを見越して、そういった企業さんが発展を続けているということなんでしょうか。ドローン来るの方が多分皆さんちょっと想像できないかもしれないけど、ドローン来るの場合はもうやっぱり1対1対来るでじゃなく、軍の感じで一気で来るんですよ。要するに1回来るの方が大体はね、何百体とか200体くらいたくさんのドローンが来るという形が多いですから、攻撃するの場合はね。でもしそういう来るの方がもう AI 使わないと人間の目の見るの方がもうちょっと遅いからできませんなんですよ。でもともとそういうシステムを開発するの方はもともとアメリカがもう始まるんですよ。アメリカとイスラエル始まるんですけど、でも彼らが作ったのものが大体はね、今台湾のそういうスタートアップの会社はね、作ったのものより10倍くらい大きさ、もちろんコストも10倍くらい大きくあるんですよ。それでこの会社は台湾の新宿のサイエンスパークの近いから全てそいつ作るものは一つのチップ入れるんですよ。アメリカのものより10分の1くらいの実際のそういう体積がねできますので、だからこういうもので作って持ちしやすいっ
特に台湾とか日本でも、やっぱり島国だからね、大きいのトラックがね、もうそれ要するに移動するより、持ちていければ一番大事と思いますから、ポテポのそういう感じだからね。だからこの会社は、そういう、開発成功しました。成功しましたので、それでもうやっぱりそういう小さいの、それでもうドローンを、たくさんのドローンがもうすべて防衛できるという形でなってました。やっぱり、新宿のサイエンスパークの近くという、やっぱりそういうメリットがあるんだから、逆に、これでもし将来的、熊本もなんかやっぱりそういう、サイエンスパークのような場所があれば、スタートアップ企業とかもやっぱり別の企業はね、発展するの可能性もたくさんあると思います。そうですね。まさに経産省の資料なんかにも半導体を今こうやって復活させるのは経済安保のためというようなワードもすでに盛り込まれていまして、この辺が注目されるところでもあると思います。一方で例えばですけれども、今ウクライナとロシア、イスラエルとパレスチナ戦争あってますけれども、日本では平和ボケですよね。本当にこの台湾有事っていうのが起こるのかどうか、この辺の見解を聞かせてもらってもいいですか？もうウクライナのなんか例はね、すっごくなんかいい例と思いますんですよ。ロシアの、プーチンはね、プーチンの方が、ウクライナのが侵攻するの前はね、日本のロシアの専門家みんなはね、ウクライナが侵攻のそういうことはしません。可能性がないの、そういう主張が多いですから。でも、プーチンの方が一人の人間だから、それでもうやっぱり人間としてはどういう考え方をよくわからないだから、それで本当に台湾に誘致、そういう可能性があるかどうか、私の考えとしては、ないという理由が言えないと思います。だから可能性があります。やっぱり相手の方がもうそれでいつか考え方とかもうやっぱり変わるは分からないだから、やっぱりこっちは自分の身で自分の力を守らなければいけません。安倍総理の方がもうやっぱりそれ台湾誘致、日本誘致という話があったんですけど、それでなぜ日本誘致はね、一番大切な方が尖閣諸島なんですよ。今のところが、中国の、海警船の方がもうやっぱりちょっと尖閣諸島の方がぐるぐる回りますんですけど、それでやっぱりなぜなんかもうそのまま中国の方が尖閣諸島の所有権が主張しますなんですよね。で、ただし今はね、尖閣諸島所有権主張するの方が中国だけでじゃなく、台湾と日本でもなんかそういう主張があるんですよ。だからその時はやっぱり中国がもう何か変なことをするならば、やっぱりそれがもうやっぱりちょっと、国際的な反発が出ると思います。ただし、万が一、中国から台湾に侵攻するの時は、尖閣諸島の問題は解決しないといけません。だから、その時は中国絶対になんか尖閣諸島に、やっぱり、そういう島になんか、それで所有でやってるという話があるんだから、だから台湾誘致の時は、尖閣諸島は絶対誘致になったんですよ。尖閣諸島誘致になる時は、日本の誘致はもうそのまま発展しますので、だから一番もともとの方が、台湾誘致、日本誘致は、こういう連結がありますので、だから、反対側としては、できれば台湾と日本はもうみんな無事になる方が一番強いなんですよ。どういう理由で台湾と日本が無事できますということは、やっぱり自分の方が全て全般的で準備しました。経済でも国防でも、やっぱり、いろいろことはね、全部防衛ができますので、だからそれが無事になってるだから、一番大事な方が、やっぱり自分の国、例えば日本とか台湾とか、自分の国、自分を守るということは一番大事と思います。台湾に攻めてくる前に尖閣諸島の問題があって、その段階的にその台湾有事になるだろうという見解なんですね。そうです。あとすごくもう市民レベルでも根付いてるなと思ったのが、街の中にもシェルターがたくさんあって、ここ避難場所っていう、シェルターの表示まであった時に、台湾有事を
意識したそういったものがこう市民の中でもこう根付いているっていうのはすごく台湾に行った時に印象的だったんですけれども、年に何回かそういった訓練があるそうですね。年に2回くらいですよね。ただいま練習を始まりました。それで、今後ろで見ているの方々の方がこのビルの中に、ビジネスやってますの、お店の方なんですよ。それでみんなは今地下室にそれでもう避難します。シェルターの中にもうやっぱりちゃんとはね、非常時のお水とか、食料とかもうちゃんと用意しますので、もちろん薬とかもね、もうちゃんと用意しますなんですけど、でも代わりはね、もうやっぱりもし万が一沖縄の住民から九州、熊本に撤退するという話、さっきもあったんじゃない。だから逆に熊本とかそうやってシェルターの方がちゃんと備品の方は用意しましたか、そういうこともやっぱり自分でもやっぱり検討しないといけませんなんですよ。なぜなら石川の地震の方、能登半島の地震の方はもう半年経ってたんですけど、でも最初は地震のやっぱり保護するの場所は備品とかもう食料とかもうお水の方が足りない場所が多いという、ニュースも見たんだから、だからもうちゃんとはね、本当にしっかり非常時の品物の方は用意しましたかどうか、もうやっぱりちゃんと検証しないといけません。なるほど。そういった視点でも見てるんですね。そういう避難所のニュースを。地震とかも同じなんですから、もうやっぱりちゃんとはね、非常時の時のそういういろいろものはね、しっかりと検証しないといけませんと思いますからね。私は熊本と台湾のニュースを発信しますので，皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。